はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。はい、今日はですね、以前にもやりましたね、管楽器用のね、ワイヤレスマイク、NAX B6 のですね、検証動画をですね、引き続きね、ちょっとやってみたいと思います。ね、これなんですよ。このね、マイク。ね、ワイヤレスマイクなんですけどね、過去にね、基本的な使い方の動画を一つと、あともう一つ、この電波ね、レシーバーまでね、一体何メートルぐらい届くのかっていう動画をね、一つずつやったのでね、時間ある方は後でね、ちょっと見てみてください。それで今日はね、この NAX B6 のね、利点だけではなく、あんまりこれはどうなのかなって思う部分も語っていかなければならないので、それはね、後半で出てきます。で、今日やることは、まず簡単にね、機能をもう一度説明します。そしてその後にね、実演。で、これプリセットですでに3つ EQ がセッティングされているので、それをね、変化させるとどうなるかを、ね、実際に演奏してみたいと思います。なので、もうすでにね、使い方とかね、もう知ってるよって人はですね、途中までね、動画飛ばして見てみてください。僕が一番初めにね、この動画を作った時、この NAX B6 の動画を作った時はですね、2年3ヶ月ぐらい前かな。で、その時はね、まだね、日本に売ってなかったんですよ、これ。だけど、さっきね、Amazon で調べたらね、どうやら売ってるんですよね。で、今ね、税込みでね、61,372円。ね、って書いてあるのでね、まあ結構ね、日本だと高いですね。ちなみにね、僕マレーシアで買ったんですけど、これ2万円ちょっとでした。今でもそんぐらいの値段です。なのでね、あちこちのね、サイト、安易に、これだと思って買うんじゃなくてね、まず値段をちゃんとチェックして、どれが一番賢い購入法かね、ちゃんと検証してからね、買うようにしてください。はい、じゃあまず機能をね、簡単にね、おさらいしましょう。3つ入ってます。まずトランスミッターね。それから、このマイク、付属品のマイクですね。それから、レシーバーがついてます。ね、これ XLR のですね、通称キャノンですね。キャノンのね、レシーバーがついてます。で、やり方は簡単でね、このマイクとね、トランスミッターをこう一体化させます。ね、そしてボタンを押します。よいしょ、よいしょ。はい、そしたらペアリングされてね、この緑のね、マークがつきますと。で、このインジケーターがまずは緑なんですけれど、見えるかな？緑なんですけれど、これをボタンをね、1回ずつ押していくと、プリセットが変わっていくんですよ。緑がアルトで、それでその次の赤がソプラノ。そして最後の黄色、よく見えづらいけど黄色なんですよ。黄色がテナーのプリセット。これ何かっていうと、EQ のセッティングがすでにここに内蔵されててですね、自分で細かくはもちろんいじれないんですけれども、こうやってプリセットがね、こう、すでに入ってますと。はい。で、このワイヤレスシステムのね、最大の利点は何かというとですね、もちろんワイヤーがついてないのでですね、もう直接ここのトランスミッターからこのレシーバーまでね、電波が飛ぶので、全くワイヤーもケーブルもついてないんですよ。なので、楽器に装着した時にね、もう何にも邪魔にならないんですね。はい。なおかつ、これ全然グラグラもしないのでですね、しっかりとこう、固定することができるということです。で、おそらく最大の利点はですね、この、付属品のボックスですね、この中に入ってくるんですけども、最大の利点は、ここに、これらトランスミッターとかをね、しまっていくんですよ。こうやってしまっていって、マイクもしまいましょうか。マイクもしまって、こんな風にぴったりはまるんですけど、いいですか？いきますよ。ここの、箱についてる電源ボタンを押すと、よいしょ。はい。赤くなったの分かります？ここね、こことね、ここが。これ何かっていうと、トランスミッターとレシーバーを充電してるんです、この箱が。なので、やり方としては、この箱ごと、まず箱を充電してあげて、そして、ここにね、トランスミッターとね、レシーバー入れると、使った分の電池がね、ここでもう一回充電されるということなので、外にね、こう持っていった時にですね、電源がなくても、充電できるんですよ。なので、これがおそらく一番のこの NAX のね、利点です。はい。で、過去の動画でね、
この電波どのぐらい飛ぶのかなということでね、海辺でね、何も邪魔がないところでですね、障害物がないところで実験したところ、80メートルまでは飛びました。なのでおそらく100メートル近くは飛ぶと思います。で、ご興味ある方はですね、過去の動画を見てみてください。ところがね、僕これもう2年3ヶ月4ヶ月もう使ってるんですけれども、80メートル飛ぶとはいえですね、それはあくまでも障害物が、何にもないところの理想値なのでですね、ステージ上とかでね、いろんな機材があったり、人間がいたりするとですね、やっぱりそこまで80メートルも飛ばないです。もちろんそうです。なので、ステージ上にいる分にはね、全然レシーバーまでそこまでね、距離がないことが多いので、一応問題なくね、使えています。はい、お待たせしました。そしたらですね、早速ね、この NAX B6 のね、音を確かめてみたいんですけれども、先ほど説明した通りね、プリセットが3つもうすでに内蔵されているので、それをね、吹き比べてみたいと思います。アルトサックスの、EQ セッティングと、ソプラノサックスの EQ、それから、テナー用の EQ ってあります。別にアルトだからってね、アルトサックス用の EQ を使わなければいけないってことではもちろんないんですけれども、音にね、どんな違いがあるかをね、ちょっと実験してみます。で、その EQ セッティングにどれぐらいの差があるのかっていうのをね、検証するためにですね、楽器は1個しか使いません。ね、このアルトしか使いません。アルトで3つのね、セッティング、プリセットを、試してみるということにしましょう。それでね、あとはね、もう生音で、録音しますので、結構聞きづらいかもしれません。なぜかっていうと、そのコンプもかけなければ、リバーブもかけなければ、EQ でね、余計な調整もしません。もう本当生音、もう入ったままで、もう直で、ぶっ込む感じの、レコーディングでやりますので、ちょっとね、音がね、聞きづらいかもしれません。はい、じゃあ早速行ってみましょう。まずはね、この緑色、アルトサックスの EQ セッティングからいきます。はい、どうぞ。はい、じゃあ次にね、この赤色のね、ソプラノサックス用の EQ セッティングいきます。はい、どうぞ。はい、じゃあ最後に黄色ですね。これはテナーサックス用のプリセット。はい、どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。音の差はね、わかりましたでしょうか。ね、波形をね、一緒に録画してたのでね、よく波形見直すとわかるんですけれども、そこまでね、大きな変化かって言われると、あんまりそんなに大きい変化ないかなっていうのが僕の、素直な感想ですね。どのプリセットでも別に、いいんじゃないかなと。どちらかというと高音の方にね、高音域の方に若干差があるんですけれども、正直言って楽器演奏って例えばこのリード1枚ね、変えるだけでもう高音域や低音域の周波数なんてあっという間にもうガラッと変わっちゃうので、それに比べるとですね、そこまで大きな変化をこの EQ セッティングがもたらさないということなので、逆に言うとね、どれ使っても大丈夫だよっていうことは言えるんじゃないかなと思います。ね、だけど気になった人はね、もし使うときにその EQ セッティングね、ちゃんと細かく分析してね、これがいい、いやこっちがいいってね、細かくね分析してからやるのがねいいんじゃないかと思います。僕はね、ちなみにアルトサックスを主に弾くので、もう緑のねアルトサックスの EQ セッティングしか使いません。なんか別にそんないじってもおそらくそんなね変わんないと思ってるので、はい。
はい、じゃあね、利点ばっかり話しててもしょうがないのでね、この製品がね、ここはどうなんだろうなっていう部分をちょっと語っていかないといけないなと思います。まず一つはですね、実はこの箱、このボックスに入れて充電し直すときですね、このトランスミッターとね、レシーバーをこうやってするときにですね、ちょっとここがね、2年ちょっとでやっぱぐらついてくるんですよね。なので、たまにね、充電中なんだけど、充電できてない時があるんですよね。なので、僕そういう場合にはこうやってちょっとガタガタとずらして、ちゃんとね、充電されてるかを再確認しなければいけないので、おそらくね、この電池がちょっと膨張してきてんのかなとも思うし、ちょっと細かくはね、僕は分かんないんですけれども、そういった不具合も若干ですがあります。ただそこまでね、気にするようなことでもないかなとは思うんですけれども、一応ね、それもね、重要な点なのでね、こうグラグラしちゃうんですよね、こうやってね。買ったばっかりの時はグラグラしてなかったはずです、これは。はい。はい、じゃあ次にですね、このワイヤレスシステムなんですけれども、皆さんね、予想はしてらっしゃるかと思うんですけれども、混線はします。はい。なので、他のワイヤレスシステムたくさんね、使ってる現場とかでね、これを調整するとね、ダメだな、なんか違う電波拾っちゃってるなとかですね、そういうのもあります。なので、ちゃんとサウンドチェックの時にですね、ちゃんと周波数確認してですね、やらないとですね、結構本番の時に、あれ、なんか混線してるって言って、困ることもあるので、でもそれはね、決してこの製品だからってことじゃなくて、やっぱね、ワイヤレスシステムってそうじゃないですか。どのワイヤレスシステムでもそうなんですけれども、なのでそこの周波数とかね、を気をつけなければならないっていうのはあります。はい、じゃあ次にね、このマイクの性能なんですけれども、マイクの性能そのものは僕は悪くはないと思います。なぜかっていうとね、さっきの実演でね、聞いていただいた通りですね、カチャカチャカチャっていうキーの音、サックスで言うとキーの音がね、こう、やっぱりマイクに入るわけですよね。だけど逆に言うとそれはね、すごくちゃんと音を拾ってくれてるということでですね、性能的にはとてもいいマイクだと僕は思います。ところがですね、やっぱりどのクリップマイクとかでもそうなんですけれども、音拾っちゃうんですよね。ステージ上の音を結構ね、拾っちゃうんですよ。なのでそこはね、もうしょうがないもんだと、諦めるしかないです。なんかね、なんかやり方あるのかなと思うんだけども、僕はね、この2年3ヶ月いろいろ試してきたんですけれども、解決法ないですね。特にステージの上、ステージの中がもう結構音が溢れちゃってる時はですね、さらにその音を拾ってですね、会場の方にバーって出ちゃうので、結構ね、PA さんがね、困るという、そういう状態が、起こっておりますと。でもね、これ正直言ってね、解決法そんなないと思います。どんなね、うまいね、PA さんがやってもね、ある程度もうこれがマイク拾っちゃってたらね、もちろんその調整っていうのはね、もう極めて難しい問題だということなのでね、そこの部分をね、例えばこれに原因とかがついてたらいいんですけど、これ原因ついてないんですよ。原因のね、調整がついてないので、もうオンかオフしかないので、だから逆に言うとね、そこを調整できるようになるとね、いいのかなってね、思うんですけどね、現状、原因とかはついておりません。はい。しょうがないですよね、これはね、製品上ね。で、視聴者さんからですね、バリトンサックスの時はどうするんだっていうことっていう質問があったんですけれども、残念ながらね、ちょっと僕手元に今バリトンサックスないので、試すことはできなかったんですけれども、おそらくね、どれでも大丈夫だと思いますよ、プリセットはですね。EQ のプリセットの件なんですけれども、なのでね、バリトンで試してみてね、その3つのプリセットのうちね、どれが一番ね、自分の好みの音にね、合うかっていうのを実験してやるといいと思います。はい。はい、ということで今日はですね、NAX B6 管楽器のね、専用マイクですね、トランペットとかね、トロンボーンとかももちろん使えます、これね。なのでね、それの検証をしてみましたと。2年3ヶ月使ってみて、僕は好きか嫌いかというとですね、
好きです。すごい好きです。ただやっぱり一番の難点はですね、どうしてもステージの音をね、拾ってしまうというのがあるので、そこだけね、なんとかなればね、いいと思ってますけど、どうしたらいいかな。うん、ちょっとね、僕もね、まだわかんないですけどね。うん。でね、このワイヤレスマイクね、すごいね、便利なのでね、欲しいと思った人はね、いいねボタンとチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。